お疲れ様です。お疲れ様です。いきなりだけど、貴族って聞くと何を思い浮かべる？ヨーロッパの特権階級、公爵とか伯爵とか、プロイセン陸軍の将軍にもユンカーなる地主貴族が多かったと聞く。戦前の日本に貴族がいたのは知ってる。ご一新で朝廷の公家階級はなくなったんじゃないの？明治政府により、朝廷の公家、各藩の大名家など、そして徳川将軍家までが、家族と称されるいわば特権階級として編成され、皇室の藩兵、つまり防御壁となるべく期待された特権階級となった。この家族を中心として構成された大日本帝国の帝国議会の上院こそが、今は亡き貴族院だ。旧参議院じゃん。そして藩閥の犬だったんでしょ？山形有朋の影響力が貴族院で強まった時期もあるので、一般的なイメージとしては、大衆の意見を代表した衆議院と、藩閥を擁護した貴族院というイメージがあるが、実際の貴族院は藩閥最盛期の政権サイドから見てもかなり手強い存在で、舐めてかかると藩閥政府であろうと大やけどを負わせることも辞さないという、時代によっては衆議院に並び立つ立法府としての矜持を持つ集団でもあった。今回は、この貴族院の解説をしたい。当チャンネルの戦前官庁シリーズと銘打ってるけど、貴族院って官庁なの？一応、国の機関ということで、コメント欄でよくご要望をいただくのですが、アップ主としては戦前官庁シリーズを今後も執念深く続ける所存です。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。さて、薩長を中心とする藩閥政府にとって、時には厄介な存在というかほとんど常に厄介な存在となるであろう、帝国議会なるものを作ることになった経緯をまずは見ていこう。貴族院とそれがどう関係あるの？貴族院は色々と本当に特殊な機関だから、貴族院も含む帝国議会の設立経緯を追っていくと、この機関の特色も見えてくる。ご一新により徳川幕府を打倒した明治新政府は、明治天皇が天地神明に制約する形によって供養や諸行に示した基本方針である、五箇条の御正門において、広く会議を起こし万機公論に決すべしと宣言した。この文言から近代日本における立憲政治が始まり、西欧の列強諸国に並ぶ政治システムを整え、不平等条約の改正を目指す日本の試行錯誤が始まった。だいぶ苦労するんだよね。なんか明治政府の初期には太政官制が敷かれて、そこに元老院みたいな名前の機関がそもそもなかったっけ？スターウォーズみたいな名前だけど。スターウォーズの銀河元老院は辛抱のパルパティーンが掌握するまでは実権のある機関だったが、実際の日本の元老院は、布告された法案を事後的に審査するなど、どちらかというと太政官制では軽量級の機関だった。しかし、第1回帝国議会における衆議院と藩閥政府との修羅場ともいえる大混乱があったのと比較して、貴族院は、西欧列強諸国も中止する第1回帝国議会だけは何としても成功させねばならないという対極的な観点のもとで、割と冷静に議事を進行できたのは、この軽量級と揶揄された元老院のおかげだった。元老院がなぜ第1回帝国議会の貴族院に役立ったの？貴族院を構成する議員らの身分は口述するが、その身分の中には、天皇から任命される直選議員という貴族院議員が存在し、この直選議員には、元老院で何かと議事に経験を積んできた元老院議官らが多く直選されたので、この元元老院議官らの経験と尽力により、初めての議会でてんやわんやだった衆議院と比較して、貴族院では冷静に議事を運ぶことができたそうだ。そもそも帝国議会を奇襲の二院制にする必要はあったの？大日本帝国憲法の草案策定に重要な役割を果たした元老としては伊藤博文が挙げられるが、伊藤博文は西欧列強の憲法を学び、どの体制が日本にマッチするか調査するため欧州を外遊し、主に当時勃興しつつあったプロイセンを参考にしつつ、日本の国情も加味して、内閣制度の確立など憲法案の策定を進めていった。当時の日本の民間で議論された市議憲法の中には、議会を一院制とする憲法案も存在したが、伊藤博文をはじめとする明治政府は一貫して一院制ではなく二院制を想定していた。現在でもカーボンコピーだのなんだのと批判もされる二院制だが、伊藤博文らが二院制を想定したその理由やいかに？いくつか理由はあるんだが、最大の理由は、帝国議会の開設により、
反発政府にとって代わっていずれ出現してくるであろう政党内閣に対する抑止力として、上院が必要と判断されたことにある。そしたら上院は設けるとしても、今の参議院みたいな機関じゃダメだったの。伊藤博文としては、上院の構成員として、皇族や世襲貴族などの、皇室の反兵として皇室を守る勢力を当て、政党内閣が政党本位の政策を不当に推し進めた場合の皇室に対する防波堤となるべく、上院たる貴族院を考案していた。したがって、構想する上院に政党が進出する事態は最も忌避する事態であり、今の参議院みたいなのは考えていなかったんだろうね。時代が進むにつれて貴族院にもちゃっかり政党が手を伸ばすんだけども、その上院の名前なんだが、元老院議官が新しい上院の議員に多く横滑りしたんなら、上院の名称は元老院のままでよかったんじゃないの？伊藤博文の懐刀として貴族院関連法令を起案した金子健太郎は、新しい上院の名称として元老院を考えていたが、伊藤博文はこれに反対し、貴族院という名称を採用すべきと判断した。なぜ伊藤博文公は貴族っていう単語にこだわったの？海外では元老院という名称だと長老会議の印象に取られる懸念があり、かつ、新しい上院は今までの元老院とは全く別組織であることに加え、伊藤博文の構想としては上院議員には新しく誕生した家族を中心に組織させる予定であることを考慮すると、名称としては家族院とか貴族院が適切であるという判断があった。そして、あえて貴族という文言を採用することで、政党に上院が侵食されてしまった西洋列強とは異なるんだぞという意味合いを込めたそうだ。その結果、貴族院が爆誕することになった。日本史の教科書の近代に名前が品質しない地味な機関ランキングを作るとすれば、司法省に並ぶかもしれないね。貴族院は、ちゃんと歴史を追っていくとその重要性や、反発政府との闘争、政党政府との確執と妥協、首相の輩出など、割と活躍している組織だったんだけどね。よくわからんのは、衆議院は選挙で代議士が選出されるよね。貴族院に選挙はあったの？実はだが、貴族院にも選挙はあった。しかも、衆議院の総選挙とは異なり、極めて狭い範囲での、時には衆議院以上にドロドロの選挙戦が展開された。この貴族院における特殊な構造を理解するためには、まず、貴族院議員として誰が議席を有したのか、そこを知る必要がある。誰が貴族院の議員さんたる得点を得たのかな？まず、成年に達した皇族の男子は貴族院議員となった。しかし、この皇族議員は、皇族が政治に積極関与することは望ましくないという考えや、皇族男子は陸海軍軍人が非常に多く、建前上、軍人は政治不干渉が原則だったので、皇族議員は貴族院に出席する機会も非常に少なく、目立った政治活動をすることはなかった。貴族院で重要な地位を占めたのは、なんといっても家族議員、すなわち、公爵、公爵、伯爵、子爵、男爵の爵位を有する家族議員らだ。5つの爵位すべての家族が貴族院議員になれたの？その点がまさに、貴族院におけるドロドロの選挙戦に関係している。まず、上から2階である公爵議員や公爵議員は、一定の年齢に達すれば貴族院の議席を付与された。しかし、公爵や公爵は、徳川幕府時代の徳川宗家、大大名家や、価格の高い公家で構成されていたので、政治活動に熱心な議員は比較的少なかった。もっとも、後年はこの公爵議員から、日本の歴史を揺るがす人物が誕生することになる。誰？貴族院から歴史を動かせた人がいるの？公爵の近衛文麿だ。同人は幾回も内閣総理大臣を務め、昭和天皇からの信任は厚かったものの、日独伊三国同盟の締結や日中戦争の拡大など、後年から見ると着実に日本を敗戦に導いていったという評価も多く、また、公家らしいと揶揄されたところでもあるが、重要な局面ではすぐに辞意を漏らして内閣を投げ出す性格も指摘されており、やはり後年からの評価はあまり芳しくない。この近衛文麿は親子に代にわたる貴族院議員であり、近衛文麿の父君も、公家を出自とする公爵議員とは思えないほどエネルギッシュな議員だったから、親子に代にわたって貴族院では異色の存在だったと言えるだろう。近衛文麿の父君は近衛敦麿さんだね。
他にも、30年近い驚異的な年数で貴族院議長を務め、その隠然たる影響力とお茶目な人柄で長く活躍した、徳川家里公爵も、有名な貴族院議員の一人だ。大相撲が大好きな徳川宗家の当主だね。公爵や公爵が自動的に貴族院議員になれたってことは、伯爵や子爵や男爵は自動的に貴族院議員にはなれなかったっていうこと？伯爵、子爵、男爵議員は人数が多いこともあって、全員が自動的に貴族院議員になれるシステムにはなく、5選による選挙が行われた。この選挙戦が熾烈を極めることがあり、接待や金品、大東亜戦争の戦時中は南方のバナナや砂糖まで飛び交って選挙戦が展開され、衆議院の総選挙とはまた違った味があったらしい。さらに、時には家族議員にも並ぶ貴族院の重要な構成要素となったのが、先ほど元老院の話でも出てきた、直選議員だ。直選議員は国会に勲功のある者や学識ある者という条件で直選され、第1回帝国議会では直選議員のうち半数近くが元老院議官経験者だったが、次第に官僚の比重が大きくなっていき、貴族院での主導権を握っていく。なんで官僚 OB が議会で主導権を握れたの？行政や財政に通じているから議会での議論を主導するのに力を発揮したらしい。もっとも、この直選議員は人気なしの終身制だったので、貴族院は管理の養老院だと揶揄されたりと芳しくない評価もある。現在で言えば天下り先と批判されそうだね。また、貴族院議員は相応に多様で、他にも多額納税者という出自の議員もいた。税金をいっぱい納めたら議員になれたの？多額納税者議員は、多額の税金を納めたら自動的に議員になれるわけではなく、各府県における15名の多額納税者同士による5選により、各府県につき1名が選出された。ただし、この多額納税者議員は、貴族院でそれほど活躍の場が与えられたわけではなく、時には少数の傍聴人と揶揄されることもあったそうだ。さらに特殊な議員としては、大正の法令改正により設けられた、帝国学士院会員議員がいる。帝国学士院って何？今では日本学士院に改組されているが、戦前の帝国学士院は、大日本帝国に貢献した優秀とされる研究者を会員として招き、文部省管理のもと、研究者に対する検証等の事業を行った、いわば日本版のアカデミーだ。この帝国学士院は貴族院に4議席を確保しており、帝国学士院会員での5選により貴族院に議員を送り込んでいた。初代の帝国学士院資格による貴族院議員には、高名な物理学者である田中舘愛吉などの東京帝大教授らが選任された。他にも、朝鮮や台湾などからもやがて貴族院議員が誕生することになり、朝鮮や台湾に居住する聖望ある人物、つまりは日本の占領政策に協力的な人物という意味合いもあるが、朝鮮や台湾からも直選されることもあった。貴族院の議事堂は永田町にあったの？当初は永田町に建設予定だったんだが、予算の関係で中止され、当時存在した麹島地区に木造の仮議事堂が設置された。しかし、第1回帝国議会の開催中に火事で燃えるという縁起の悪い現象が起きてしまっている。結局どこで開催したの？仮議事堂が燃えちゃってからは、帝国ホテルや家族会館を借りて会期をしのいだそうだ。話が戻るけど、伯爵、子爵、男爵の家族は貴族院議員になるために熾烈な御選をしたということだけど、貴族院議員はそんなに魅力的なポストだったの？名誉や勲章、立法府で政治に関与できる権力という目的や、特に明治の時代、家族によってはそれら以上に議員歳費、つまりお金がもらえるというのが重要だったケースもある。ちなみに、皇族、公爵、公爵議員は自動的に貴族院議員になれる代わりに、議員歳費はなかったので、主に伯爵、子爵、男爵の場合のみだけどね、ご一心により家族という身分を与えられたはいいものの、大名家や公家の中には経済的に没落する者も多く、自暴自棄に走ったり、士族の商法ならぬ家族の商法をやって失敗したりと、家族には苦労も多かった。しかし、明治政府としては、皇室の半平たる家族が、万が一にも政府に反抗的な民権派と結んでは困るという考えもあり、家族は大日本帝国において特別な存在であることを説き、説法だけでなく具体的にそれを示す手段として、
貴族院議員というポストを活用した側面もある。ちなみにだが、先ほど言及した近衛文麿の副君である、第三代貴族院議長の公爵、近衛敦麿は、家族の実情を嘆き、没落していく家族らを叱咤し、家族教育に力を注いで、家族の子弟らが陸海軍軍人だけでなく外交官になる道も整えるのに尽力し、家族全体の能力や就職の機会を作ることに熱意を傾けていた。さて、記念すべき第1回帝国議会を、総理大臣として緊張しながら迎えることになったのは、立憲政治や議会政治という概念からすると意外な人物だった。誰？意外な人物って？長州閥の大物にして、帝国陸軍の基礎を築いた元老、山縣有朋だ。正当嫌いで有名な人物じゃないか。山縣有朋としても、何の因果で第1回帝国議会の開催日を政権トップとして迎えなければならないのか。難題をふっかけられること間違いなしの状況に、我が身を呪いたい気分だったかもしれないね。しかし、首相としてそんなことばかり言っているわけにはいかず、山縣有朋は貴族院対策として、同じく長州藩出身の伊藤博文に対し、貴族院議長に就任するよう要請した。伊藤博文はやや渋ったが、山縣有朋の粘り強い説得が功を奏し、伊藤博文は貴族院議長に就任する。伊藤博文の貴族院議長としての力量は山縣有朋の期待に応えられたの。意外と声量が小さくて頼りなかったらしい。しかも、会期の途中からは近衛敦麿に仮議長を任せて、伊藤博文は登院しなくなったらしいので、貴族院議長の職責については、山縣有朋に義理立てだけして身を引く構えだったのかもしれないね。第1回帝国議会の開院式は、まだ江戸時代の風情や明治らしい光景が見られ、ちょんまげを言っている議員や、日本刀を腰に刺した議員も参見されたそうだ。大日本帝国憲法には、衆議院の優越と表現すると現代との比較で弱いかもしれないが、予算選議権という権利を衆議院が持っていたので、政府はまずは予算案を衆議院に上呈した。しかし、これが長年にわたる反発政府と民党とのバトルの始まりで、衆議院の民党派は政府予算案に徹底抗戦し、民力給与を旗印に政府予算案を猛烈に批判した。第1回帝国議会を何としても乗り切りたい山縣有朋は大幅な情報を迫られ、やっとのことで、残りの審議日数をわずか5日だけ残し、政府は予算案を衆議院で通過させた。反発系官僚の政府委員と民党議員がすずり箱や椅子を武器にして乱闘寸前だったと聞くね。残り審議日数が5日っていうことは、貴族院は予算案を5日で審議する必要があるってこと？その通りなんだが、反発政府としては、政府肝入りで直選された議員も多くいる貴族院は、衆議院より楽に予算案を通せるだろうと高をくくっていたが、この期待は裏切られることとなる。貴族院なのに反発政府の言うことを聞かなかったの？衆議院の民党が強く主張していた民力給与を支持する議員は貴族院にも存在したことに加え、土佐の甲骨の軍人にして貴族院議員でもあった谷田敵は、予算委員長としてこんな短い日数で審議できるかと辞任をちらつかせたり、困った松方大蔵大臣が天皇のご意思を口にして逆に反発を食い、仮に予算案が貴族院で通らなくても、憲法の規定で前年度予算を執行できるから別にいいじゃないかと開き直りながら政府を脅す貴族院議員が出てきたりと、貴族院を舐めてかかっていた反発政府は、予算案が貴族院で否決される危険を認識して俄然緊張感を高めた。谷田敵さんは西南戦争の籠城戦で西郷軍に屈しなかった豪傑だね。予算案は否決されたのかな？いや、貴族院としては、極東の新興国が果たして議会運営を円滑に行えるのか、西欧列強も注視する中で、貴族院が我を通すことによって第1回帝国議会を失敗せしめ、国情と外交に混乱を招くことは忍びないという重圧が勝り、予算案を渋々通した。山縣有朋としては寿命が縮まる思いだったかもしれないが、結果として乗り切った。しかし、山縣有朋はこの第1回帝国議会を経験したことにより、貴族院こそ厄介な存在という認識を深め、自身の孤高の心を通じて貴族院をコントロールできないか、その作戦を遂行していくこととなる。さて、貴族院の解説をしてきたが、
大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、大本営情報参謀掘り映像、マッカーサーとの対決、陸軍の諜報謀略秘密資金、機密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条英機、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸渡洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎、などです。直近の動画は、大日本帝国陸軍において敏腕の情報参謀だった堀映像が、マッカーサー率いる米軍と激突するフィリピンの方面軍情報参謀として、米軍の上陸時期、上陸地点や兵力量を予測して見事に的中させ、マッカーサーの考えを読む男という意味で、マッカーサー参謀と恐れられたフィリピン防衛戦を中心に解説をしております。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。